日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを自然なスピードの自然な日本語でお話ししています。少しスピードが速いと感じる人もいるかもしれませんが、耳を鳴らす練習だと思って頑張って聞いてみてください。今日のテーマは言わない美学です。日本語耳ポッドキャスト、前回抹茶と茶道の話をしたんですけれども、もう聞いてくれた人はありがとうございます。禅の利休のこと、茶道のルールがものすごく細かいことなどをお話ししました。今日は前回カバーしきれなかった茶道の裏にある哲学の部分を話そうと思います。その哲学を語るのに欠かせない本があるんですけれども、岡倉天心という人が1906年に英語で書いた The Book of Tea、 日本語だと茶の本という本があります。この岡倉天心は東京芸大の元になった学校を作った人で、ボストン美術館でも働いていた人なんですけれども、お茶を通して日本人の美意識とか生き方を西洋に説明しようとした。この茶の本という本はたった60ページぐらいの薄い本なんですけど、結構内容が濃くてですね、深いなと私は思いました。今日はこの本をベースに話していきたいと思います。この茶の本の中で岡倉は、茶道は変装した道教だと言っています。皆さん、道教って聞いたことありますか？中国三大宗教の一つで、老子という人と宗子という人の考えに基づいています。道またはタオの思想を基本としている宗教です。まあ、すごくわかりやすく言うと、道教は、まあ、世の中はこんなもんだよね。でも、その中にも美しいものはあるよねっていう、スタンスの宗教です。それに比べて、例えば仏教は、この世は苦しみだ。そこから抜け出そうっていうし、儒教は世の中をこう正すべきだっていうような教えがあるんですけど、道教は、この世の中のあるがままをそのまま受け入れようというような考えを持っています。この道教の中に虚という概念があります。虚、ちょっと難しい漢字なんですけど、空っぽという意味です。この虚という概念はすごく面白くてですね、この茶の本にもこう書かれています。物の真に寛容なところは、ただ虚にのみ損する。つまり、本当に大事なことは物理的な実体ではなくて、その中にある虚、何もないスペースによって生み出されているということです。ちょっと意味わかんないって思いましたか？ね、ちょっと難しいですよね。私もね、本を読んでる時、ここ何回も読み返したんですけどね、ちょっと説明させてもらうと、例えば部屋。ね、部屋の本質ってどこにありますか？部屋で一番大切なのは何ですか？壁ですか？それとも天井ですか？それとも置いてある家具ですか？違うんですね。この何もない空間の方が一番大切なんです。人が入って動いて過ごすことができるのは、この空間が空っぽだから。何もない空間がなければ部屋として使えません。コーヒーカップも同じです。カップが使えるのはカップの中が空っぽだからです。中身がぎっしり詰まってたらもうね、何も入らないです。コーヒーを入れられません。つまり空っぽがあって初めて自由に何かを作ったり、そこに変化を加えたりすることができるという意味なんです。これは精神面でも同じことが言えて、自分自身を虚なので空っぽにすれば、あらゆるものを受け入れることができ万能になるとも言われています。自分の意見とか自分の主張とか自分の正しさで自分がいっぱいだと、相手の考え、相手の気持ち、相手の世界観などを、受け入れるスペースがなくなってしまう。でも逆に自分の中にいろいろなことを受け入れるスペースがあれば、今日のスペースがあればどんなことにも対応できるというわけです。茶道で使われる茶室が何もない空間なのもこれが理由です。
壁に絵がびっしり飾ってあるわけではないですね。茶室にはお花が一輪だけあったり、それ以外はあまり何もなくて、かなりミニマリズムな感じです。ほとんど何もないからこそ、そこにいる人の心が動く余地があるわけです。そしてこの虚と関係するのが本にも書かれている暗示の価値です。全部見せない、全部言わない、あえて空白を残す価値のことです。絵画でもそうですね。全部を描き込んだ絵よりも余白を残してある絵の方が見ている人に想像させることができます。見る人が自分の心の中でその絵を完成させることができますよね。この暗示の価値、実は日本語のコミュニケーションも同じじゃないでしょうか。日本人ってね、はっきり言わないっていうふうによく言われますよね。ちょっと難しいかもしれないですね。って言ったら、それは無理ですという意味だったりもします。はい、考えておきますって言ったら、やりませんだったりするんですね。これ、他の国の人から見たら、なんではっきり言わないのってなるわけですよね。わかりにくい。本音がわからないって思われることが多いです。このはっきり言えない日本人っていうのは海外の人だけじゃなくて、日本人自身もこれを弱点だと思っていることが多いです。どんどんと国際化が進むこの国際社会の中で、思っていることをはっきり言えるようにならないとダメだって思っている日本人は多いんです。でもね、私はそうは思いません。日本の文化では自己主張が許されないと思われがちですけど、はっきり言わないを選んでいる時、自ら選んでいる時もたくさんあると思うんです。全部言ってしまったら、相手が自分なりに解釈をするっていう自由がなくなってしまうし、会話の中にその虚がなくなるわけです。相手の解釈の自由を尊重している。相手を信頼しているから言わなくてもわかると思っている。あるいは言わない方がもっと豊かなコミュニケーションになるって感じてる。もちろんはっきり言った方がいい時もたくさんありますけど、私は日本人のはっきり言わないということが弱さではないと思っています。これ私がヨーロッパに住んでいてずっと感じてきたことなんです。だからこのね、茶の本っていうのを読んだ時に、これってと思って、なんかすごいピンときたんですよね。日本では言えなかったかもしれないけど、オランダではもっとはっきり言っていいんだよ。思ってることをそのまま言っていいんだよって言われることがあります。でもね、別に今はっきり言う必要を感じてないから言ってないんですって思います。この今私が思っていることね、だから別にはっきり言いたい時は言ってますよっていうことを実際に相手にはっきり言ったこともあるし、いろいろと状況を考えて、今は言わなくていいやって言わない選択をしたこともあります。何でもかんでも曖昧にしていいとは思ってないです。はっきり言うべき時があるのは当然です。でも日常のコミュニケーションの中で全部言わなきゃダメだ。はっきりしないことは100%悪いことなんだっていう前提は一つのコミュニケーションのスタイルでしかないかなと私は思います。少し余白を残して相手がどういう理解をしてどういうふうに返してくるのかを見たい。つまり言わない美学っていうのがあると思うんです。この言わない美学っていうのは私が海外生活を通して日本語の中には本当に強いなと感じたことです。今回茶道のことをいろいろ学べる本なのかなと思って茶の本っていうのを読んでみたんですけど、実はこんな深い関わりがあるっていうのを発見できるとは正直思っていませんでした。皆さんの国のコミュニケーションスタイルはどうですか？この言わない美学みたいに日本っぽい部分がありますか？それとも何でもはっきり伝えますか？どっちが正しいとか、どっちが優れているとか、そういう話じゃないんですが、日本語のコミュニケーションの余白を弱さじゃなくて美しさとしても捉えることができるということを感じてもらえたら嬉しいです。今日は茶道についての本をベースに、虚の価値、暗示の価値、全部言わない美しさ、
についてお話ししました。ぜひコメントで感想を聞かせてください。日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。トランスクリプトと英訳はウェブサイトから見ることができます。さらに単語リストや文法の解説が欲しい人にはリスニングマスタリーパックというのも用意してあります。ウェブからぜひチェックしてみてください。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週。じゃあね。